オーライト様より製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はオーライトさんのバトン4プロとウルトラ紹介したいと思います。2026年4月の新製品です。どちらも小型ライトバトンの派生モデルでバッテリーが大型化したアイテム。コンパクトながら強力なライトとなってます。プロがレギュラーラインでウルトラがプレミアムラインという位置づけでしょうか。今作ポイントに思うのが2箇所。一つは USB の Type-C 充電に対応したというところです。オーライトさんこだわりのワンタッチ給電に加えて一般的な方法での充電が可能となっています。もう一つの特徴がテールスイッチの追加です。持ち方のパターンが増えることで用途が広くなったと感じています。先代のバトン3プロとも比較をしながら使用感をお伝えしたいと思います。まずはサイズがこちらです。マットブラックな方がバトン4プロ、カーキ色なこちらがバトンウルトラとなります。ウルトラがわずかに長くなっていますが、ほとんどサイズに差はありません。どちらも手に収まる全長で、径がスリムなので持ちやすいですね。バトンシリーズで並べてみたのがこちら。ベースとなるバトン4とはもはや目的が違うと思えるサイズ感です。先代のバトン3プロと比べてもわずかに大型化しました。重量も伴い微増。ただ持ち比べてみてもその違いについては気になるほどではありません。質感は比べて新作がより高く感じます。滑り止めが細かくなっているのとボタン周りのスタイリッシュな造形。あとは好みにもよりますが表面の処理、マットな仕上がりからくる印象でしょうか。特にウルトラは OAL という専用素材に合わせてオリーブグリーンのカラーリングが施されておりまして、これがかっこいいんですよね。以前からオーライトさんの仕上げは良いと感じていますが、新しい製品を見るたびに進化しているように思います。操作スイッチは2箇所、サイドスイッチと今作から追加されたテールスイッチの2つ。メインとなるのはサイドスイッチ。ライトの機能すべてにここからアクセスが可能です。操作は単押し、長押しを組み合わせて行います。従来からのオーライト様のルールで特段疑問に思うところがない分かりやすいものとなってます。メインのスイッチ、押し心地はいいっすね。はっきりしたクリック感まではないですが、操作したことがしっかりと手に伝わってきます。サイドスイッチ周りには LED が搭載され、現在の光量とバッテリー残量を表示します。表示の仕方が最近っぽくてかっこいいですね。もう一つがテールスイッチ。こちら機能は限定されますが、実用的というか実践向きな動作となってます。単押しでのオンオフ、ダブルクリックで最高出力のターボモードへ直接のアクセス。面白いところでこのテールスイッチ、モメンタリー動作にも対応していまして、長押ししている間だけ点灯、離したら消灯という動作にもなります。テールスイッチも操作感は素晴らしく、適切な操作荷重に扱いやすいストロークで小気味良い使い心地となってます。ライトを点灯させて見ていきます。4プロとウルトラでは使われている LED の素子が異なり、ウルトラがスポットが強め、出力もわずかに高めとなってます。その違いは比べるとはっきりとわかるもので、ウルトラは輪郭がはっきり、かつ色味もより白く見えますね。各出力での点灯を見ていきます。こちらはバトン4プロ、対象まで2メートル。こちらはバトンウルトラ、対象まで同じく2メートル。4プロに比べてやはり明るく感じますね。先代のバトン3プロも交えて3つを比較したのがこちらです。それぞれ1メートル先を照らしています。プロシリーズ2つはあまり違いを感じません。ウルトラのみ照射範囲が狭く、明るく白っぽく感じます。その他特別なモードとしてターボ、ストロボ、ムーンにロックモードを備えます。私はこれらあまり使えませんのでさらっとご紹介。サイドスイッチからの操作はいつも通りのオーライト様ルールで分かりやすいものとなってます。バッテリーは 18650 タイプ、取り外しが可能です。スペックは 3.6V の 3500mAh。わずかですが先代バトン3プロから容量が向上しています。充電はテール部分で行います。まずは従来からのワンタッチ充電。専用の充電器にポンと本体を置くだけでスマートに充電が可能です。マグネットでカチッとセットされますので手軽さはこちらが圧倒的。
もう一つ、今作では USB Type-C による充電機能が追加されました。お尻部分をねじりますと Type-C ポートがお目見え。ポート横には LED が搭載され、充電状態をお知らせしてくれます。5V、1.5A までの給電に対応。ワンタッチ充電よりも若干スピードは速くなってますね。満充電までの時間はワンタッチ給電の MCC3 が 4.5 時間、Type-C が 3.5 時間となってます。実際に使ってみます。まずは散歩のお供、足元を照らすライトとして使った場合。左がバトン4 Pro、右がバトンウルトラです。どちらもスポット強めなライトっすね。見た目は似た両者ではありますが、光は結構に差を感じました。映像は市街地、街灯ありの出力はそれぞれミドル。ウルトラのくっきり感とスポットの強さは足元照らすには少し範囲が物足りないと感じることがありました。こちらはもう少し暗い自然寄りな地形。整地がしっかりされていないと顕著にウルトラの照射範囲物足りなさを感じます。並べて比べてみますとウルトラがはっきり明るいんですけど、足元照らすにはプロの方が扱いやすさがありました。続いてはサーチライト的に何かを探すのに使った場合、画面は距離 1、2メートル、自然寄りな地形での探索。この用途ではウルトラのくっきり感が使いやすいですね。こちらは2から5メートルほどの距離で使っています。ミドル出力の場合、このくらいが使いやすい距離と感じました。こちらはもう少し細かく探すときに使った映像。対象までは1メートル以内って感じです。同じくウルトラのはっきりとした光が際立ちました。次は私のメイン用途、機械のメンテナンスのお供に使ってみました。作業灯として使う場合、大体が近場30センチとか1メートルくらいの距離で使えます。プロもウルトラもこういう作業に特化した部分はありませんので、特段扱いやすくもないですが、大きすぎず重すぎずでオールマイティに使えるライト。テールに搭載されたマグネットで据え置き使用も可能です。機械のメンテナンス時、好んで積極的にこれらを選ぶということはないでしょうが、あれば便利、しっかりと助けてくれるアイテムです。どちらの製品も使っていて満足感は高いです。今作2つの進化ポイント、Type-C 給電にテールスイッチの追加は素晴らしいアップデートだと感じています。この2点からのメリットだけでも、旧バトンプロを気に入ってた方には置き換えることを検討を進めたいです。それ以外にも見た目などからの所有欲を満たしてくれたりと、細かいところで製品へのこだわりを感じました。例えば制御面で点灯消灯させた時の反応がこれかっこいいんですよね。光がじんわりとついたり消えたりするんです。デジタルチックな0100ではなく、フェードインフェードアウトするように点灯消灯をします。サイドスイッチで操作する場合はこの制御になり、高級感があっておしゃれかっこいい部分となってます。しかしテールスイッチで操作する場合はしっかりと0100、瞬間的に立ち上がるしパッと消える制御となるんです。テールで操作するイコール緊張感がある場面を想定して、それを考慮しての制御になっているんじゃないかと考えています。タクティカル的な使い方っていうんですかね。そういう場面でライトがじんわりついてきたら、ちょっと場面には不釣り合いなところがあるでしょう。使う人の声が届いているというのか、はたまた偶然かは分かりませんが、細かなところまで作り込んであるライトという感じを受けてます。バトン4 Pro とウルトラ、オールマイティに使いやすいのは4 Pro だと感じました。こちらの方が進めやすいですね。スポットの強さや素材のプレミア感、より強い耐久性を必要としない場合、バトン4 Pro が合っているかと思います。ただ、ウルトラの強烈なかっこよさも手にしてみてほしいですね。出来は素晴らしく、どちらもかっこよいライトだと感じました。紹介しました2本、値段はバトンウルトラが少しプレミアついて 13,295 円、バトン4 Pro で 10,095 円。出先で充電することがある方にはこの新作2本ぜひ推したいですね。用途に合いそうでしたらお試しください。オーライト様では現在セールを開催中。紹介しました2製品、最大で 20% の割引が適用されます。紹介しました以外にも様々アイテムがお求めやすくなってます。
セールページへのリンク概要欄に記載しますのでぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介しております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。